カナダ・バンクーバー、豊かな原生林と太平洋に囲まれ、ガラス張りの超高層ビルが立ち並ぶこの街は、イギリスの調査機関が発表する世界で最も住みやすい都市のランキングで常にトップクラスに君臨する、誰もが憧れる美しい港町。ここに住む人々は豊かな自然を愛し、治安の良さを誇り、コーヒーを片手に優雅な朝を迎えている。I started shooting up when I was 14 years old. I really enjoy it. 美しい自然と豊かな経済の裏で、バンクーバーは今、ある巨大な社会実験の失敗に揺れている。ウォーターフロントの美しい港からわずか数ブロック、観光客で賑わうガスタウンの蒸気時計の目と鼻の先にあるのがイーストヘイスティングスストリート。わずか数ブロックの間に数千人のホームレスと薬物中毒者が密集する。充満する薬物の匂い、路上に散らばる注射器、完全に意識を失ったゾンビと呼ばれる人々。 SNS でゾンビストリートと呼ばれる北米最悪のディストピア。なぜ世界有数の美しい街のど真ん中にこれほど悲惨な光景が広がってしまったのか。ちょっと今からその現場に向かっていこうと思います。すでにね、ちょっと空気感が変わってきてるのがわかるんだよね。なんかこういうのとちょっと雰囲気で伝わるよね。街の人の視線とか着てる服装とか、なんかそういうのでなんかちょっと変わってる気がするわ、ここから雰囲気が。マジで結構衝撃なんだけど、結構手震えてる今。歩道にめっちゃテントがあって、数メートル沖に立ったまま意識を失ってる人がいる。これが SNS でゾンビストリートって言われてた理由だよね。カルチャーショックだわ。今から100年前の20世紀初頭、もともとヘイスティングス周辺は巨大なデパートや劇場が立ち並ぶバンクーバーで最も華やかな商業の中心地。誰もがこの通りに憧れ、投資家たちはこぞって土地を買い漁っていました。当時バンクーバーは港湾、林業、炭鉱で急成長していた町。ヘイスティングス周辺には過酷な肉体労働を終えた荒くれ者の男たちが集まる安い宿や酒場が密集していました。第二次世界大戦が終わった1950年代、バンクーバーの都市計画が大きく変わり、商業の中心地が西側へ移動。ヘイスティングス周辺が急速に衰退していきました。富裕層や高級店が一斉に西側のダウンタウンに移動したことにより、家賃が暴落し、かつて労働者が泊まっていた安い宿だけが残る見捨てられたエリアへと変わっていきました。そして1990年代、この街の運命を決定づける2つの出来事が同時に発生しました。政府が財政削減を理由に決定した大型精神病院リバービュー病院の事実上の閉鎖。その結果、何千人もの重い精神疾患を抱えた患者たちがただただ街へと放り出された。彼らが行き着いたのは唯一生活保護の範囲で部屋が借りられるヘイスティングスでした。自分の名前すらわからない適切な治療が必要な人々が突如としてストリートに溢れ出したのです。さらに国際的な犯罪組織によって純度の高い格安のヘロインがこの通りに大量に流れ込む。精神の病に苦しむ人々にとって目の前で売られるドラッグは現実の苦痛から逃れるための唯一の自己治療になってしまいました。
結果としてヘイスティングスは北米最悪のオープンドラッグマーケットへと没落してしまいました。このストリートの至るところに意識を失いかけてる人がいますね。昼間から堂々と使用してるわ。異様な匂いが漂ってるんだよね。なんか日本語でどう表現していいか分かんないけど、なんかすごいケミカルな感じがする。Yeah. What's your name? James, James, nice to meet you. nice to meet you. What kind of job did you do before coming here? I was locked up before I came here. I was locked up since I was 13. And when I came here, I kept doing the same stuff. In and out of jail since I was a teenager. I started shooting up when I was 14 years old. I started drinking somewhere between 4 and 5 years old. Yeah, I was smoking marijuana and stuff from when I was around 10 years old. I really enjoy it. But when you don't do heroin, you get sick. What's the hottest drug on the street right now? The best one is down and jib together, or speed, down and speed. Mix. Yeah, a mix. Down or heroin and speed, jib or gack is what they call it. Put those two together. A lot of people do that on a lot more regular basis. 2023年1月、カナダ政府とアルバータ州、ブリティッシュコロンビア州などの自治体は、深刻化する薬物中毒者による死者を減らすため、前代未聞の政策に踏み切りました。18歳以上による 2.5g 以下の薬物所持を非犯罪化するということ。つまり、個人で使用する分には警察は逮捕せず、罰金も課さないという実質的な薬物合法化の実験。ただ2023年に始まった非犯罪化の後、路上での薬物使用があまりにもオープンになりすぎて、一般市民から苦情が殺到。政府はなんと、わずか1年強が過ぎた2024年、急遽公共の場所での使用は再び禁止、違反者は逮捕という法律の再改正が行われました。あそこに無数のテントが見えますね。ここに住んでる人はあそこで寝泊まりしてるんだろうね。本当に自分不思議なんだけど、ちょっと歩いたところはおしゃれな街なのに、この交差点を一歩越えただけでこんな異世界が広がってること、しかもいろんな成分が混ざった焦げ臭いケミカルな匂いがずっとしてる。ここには数歩歩くだけで立ったまま上半身が直角に折れ曲がってる人とか、地面に頭すりつけてる人もいるし、意識失って倒れてる人もいる。これが脳を乗っ取られた人々のリアルな姿なんだと思う。薬物って本当に恐ろしいね。カナダ政府の政策の中で最も議論を呼んでいるのがセーフサプライというシステム。致死性の闇ドラッグで死なないように国が医療用薬物を無料で処方する仕組み。さらには国が公認する安全駐車施設も存在しています。この後ろ見えるのがヘイスティングストリートの最も影響力のある支援団体らしくて、 PHS が運営しているクリニック、安全な薬物を渡すクリニックらしい。こっちがインサイトって言って、自分で持ってきた薬物を看護師の監視の下で安全に使用する場所らしい。あそこが仮に発作が起きたとしても看護師がすぐに助けれる体制下になってるらしい。あれも政府の機関によって完全にできてるところだね。インサイトってところです。セーフサプライは死者を減らすための究極の人道支援。ただここにも現場を見なければわからない恐ろしい政策のバグが存在してました。国から無料で医療用麻薬を手に入れた患者たちは、それを路上で別の若者や売人に安い金額で転売。なぜなら彼らにとって国の薬はマイルドすぎて物足りないから。そして国からもらった薬を売って得たお金でもっと強力な薬物を買い直してる。最悪のマネーロンダリングが起きてる。善意で作ったシステムが闇の経済を回しているのです。今歩いて5分の観光客の通りに戻ってきたんだけど、ここから5分歩いただけなのにあんな場所があるなんて結構すごい。マジで自分史上過去最大のカルチャーショック受けた気がする。一歩社会のレールから外れたら誰もが全然あそこにたどり着く可能性あるよね。なんか改めて全然他人事じゃないなって感じました。ここバンクーバーでは人道主義という理想の狂気を見た気がします。人々は何事もないかのように平和な日常を楽しんでいる。ただ数ブロック先には
法律の迷走によって生み出されたゾンビストリートがある。息が詰まるほどの圧倒的な格差と優しさが生んだディストピアの矛盾こそが現在のバンクーバーの不都合な真実です。この動画が面白いと思ってくれたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。アディオス。 You don't do it, I tell you right now, don't ever do it. It will run your life. It will take you places you don't want to go. 人が怖いってよりかは薬が怖い。絶対ダメだわ、薬なんかやったら。